ついにビットコインとイーサリアムが銀行の担保になる時代が来ました。これは仮想通貨の未来を大きく変えるニュースです。こんにちは、桜井です。今日のテーマは、今世界の金融の裏側で起きている静かな地殻変動についてお話をしていきたいと思います。ビットコインの価格は最近あまり動いていません。けれど見えないところで確実に金融の仕組みそのものが変わり始めています。その証拠に JP モルガン、グレースケール、リップル、クリプト .com といった巨大なプレイヤーが次々と仮想通貨の制度化へ動き出しています。今回はこの24時間で報じられたニュースを一つの線でつなげて市場がどの方向に進んでいるのか、そして個人投資家としてどう行動すべきなのか、これを整理していきたいと思います。まずは結論から言います。仮想通貨市場は今、投機のフェーズを抜けて信用のフェーズに入ろうとしています。つまりこれまでは価格の上下で稼ぐ人が中心でしたが、これからは銀行や機関投資家が信用取引の中に仮想通貨を組み込む時代になります。では、なぜこのタイミングなのかというところですけれども、ここは一つ一つの出来事、これを整理していきます。まず最初に注目すべきは JP モルガンの動きです。このアメリカ最大の銀行がビットコインとイーサリアムを担保資産として受け入れる方向で検討している。これは例えば企業や機関投資家がローンを組むときに現金や不動産ではなくビットコインを担保にできるようになるということになります。銀行がビットコインを担保にする、かつてなら考えられなかった話です。このニュースが意味するのはビットコインが単なる投機の道具ではなくって信用の裏付けを持つ金融資産として扱われ始めたということになります。これは仮想通貨の世界にとって歴史的な転換点です。次にグレースケールの ETF。同社はこれまでのビットコイン単独の ETF だけではなく BTC、イーサ、XRP、SOL、ADA といった主要通貨をまとめたマルチアセット ETF をニューヨーク取引証券所に上場しました。複数の通貨を一つのファンドで保有できる仕組みです。これにより機関投資家がリスクを分散しながら仮想通貨市場に参入できる環境、これが整いました。では、これが市場にどう影響するのか。まず短期的には個別通貨のボラティリティは小さくなります。しかし中長期的には資金の入り口が広がるという意味で全体としては仮想通貨市場の底上げにつながります。これが第1の変化です。そして次、イーサリアムは価格が$4000近くまで上昇している一方で ETF からは1億2700万ドル以上の資金が流出しました。一見すると矛盾していますよね。価格は上がっているのに資金は出ていく。これはなぜか、実は機関投資家の中の短期筋が一巡し、次のサイクルへの準備に入っているからです。つまり表面的には売られたと見えますが、その裏ではより大きな買い場、これを待っているということになります。意外なことにこれはむしろポジティブな動き、市場の熱が冷めていない証拠でもあります。では次はクリプト .com のニュースです。この取引所がアメリカの通貨監督庁に国家信託銀行憲章を申請しました。これは簡単に言うと連邦レベルの銀行として暗号資産を管理できる権利を得ようとしているということになります。つまり今までのように州ごとのライセンスでバラバラに運営するのではなくって全米で統一的に暗号資産のカストディ、これは保管ですね。保管のサービスを展開できるようになります。この動きによって機関投資家はより安全でコンプライアンスに沿った形で仮想通貨を保有できるようになります。そしてリップルの戦略転換です。リップルは今暗号資産の外側、つまり伝統的な金融分野へと進出をしています。ステーブルコインの発行や金融機関向けの資金管理ソフトウェアなどを展開し、もはや送金のための会社ではなくなっています。しかしここで一つ矛盾が生まれています。リップルが成長しても XRP の価格には直結していないという点です。実はリップルが発行するステーブルコインの約 88% は XRP レジャー上ではなくイーサリアム上で運用されています。つまりリップルの事業拡大が XRP の需要増加に必ずしもつながって
ていない。ここが XRP 投資家にとっての大きな課題です。一方で、ザ・ストリートの報道によれば、ドルの価値切り下げ懸念が再び高まっています。アメリカの財政赤字、金利政策の行方、そしてインフレの長期化、こうした不安からビットコインというキーワードの Google 検索数が過去最高を記録しました。つまり、世界的に法定通貨への信頼が揺らぎ始めているということになります。そして人々が次に探すのは価値が減らない資産。その代表がビットコインです。さらに注目すべきはスペース X の動きです。10月24日、イーロン・マスクさんが率いるスペース X 関連のウォレットがおよそ1億3300万ドル分のビットコインを移動させたことが確認されました。一瞬市場はざわつきました。イーロン・マスクさんが売ったのかという憶測が飛び交いましたが、分析データを見る限り、これは保管場所の再配置の可能性が高いです。つまり、売却ではなくリスク分散。この動きはイーロン・マスクさんがビットコインを長期的に保有し続けている証拠とも言えます。そして最後に同時コイン。数週間ほとんど動かなかったこのコインが今テクニカル的にブレイクアウトの兆しを見せています。上昇チャンネル内で価格が安定し、シンメトリカルトライアングル、つまり収束型三角持ち合いを形成中。この形は次の大きな動きの前によく見られます。加えて取引所から資金が流出しており、保有者がガチホモードに入っているサインも出ています。静けさの中でエネルギーが溜まっている。これが今の同時コインの姿です。はい。ということで、ここまでニュースをまとめますと、ここで見えてきた流れは、明確に次のフェーズを目指しています。投機から信用へ、混沌から制度化へ、個人投資から機関主導へ、これが今の仮想通貨市場の本質です。では最後に僕自身の見解を話してみたいと思います。今の市場は静かな信用バブルの初期段階にあります。JP モルガンやクリプト .com が参入したことで仮想通貨はもはや外の世界の資産ではなくなりました。銀行が担保にする、取引所が連邦規制に入る、ETF が複数銘柄で運用される、この3つが揃うと仮想通貨は完全に金融の中の一部になります。一方で僕が個人的に注目しているのは同時と XRP のような個人回帰型の動きです。つまり機関の動きが止まった瞬間に個人投資家が息を吹き返す。これが次の波です。意外に思うかもしれませんが、次の相場を動かすのは再び個人の熱量になってくるんです。ということで、ここから先の展開を僕は3つのシナリオで考えています。1つ目は機関主導の堅実上昇シナリオ。BTC とイーサが信用担保としての地位を確立し、ETF 経由の資金流入で安定上昇をしていく流れです。そして2つ目は個人回帰シナリオです。同時や XRP といった話題性と実需の銘柄が再び SNS やメディアを通じて注目され、短期で大きく動く展開。そして3つ目、ドル不安シナリオ。ドルの切り下げの懸念が再燃すれば、ビットコインが再び避難資産として買われる可能性があります。この場合、11万ドルから12万ドル台の上昇も十分にあり得ます。僕自身はこうした3つのシナリオに備えて、短期では XRP や同時のボラティリティを活かしながら、中期ではイーサと BTC を AI トレードで運用していこうと思います。もちろんステーブルコインというのもしっかりと使って、長期的な視点を持ちながら、短期では BTC とイーサ、そして XRP とかを運用していくという風な感じでやるのがいいんではないかと思います。そして AI トレードのいいところは、こうした停滞相場と突発的な動きに両方に対応できるということです。僕が使っているビットレード X の AI トレードもまさにそうした市場の呼吸を読み取って自動でトレードをしてくれていますので、僕は中長期で見る場合にはステーブルコインを使って AI トレードに任せています。短期での運用においては AI トレードをしていきながらも時期が来るのを待っていく。その待つ間も日利をしっかりと稼いでいくというような戦略を立てて今取り組んでいます。そしてこの場合はロックがかかっていないので自由に出金ができるというのがメリットです。なので僕自身は上がったらそのタイミングでしっかりと売り抜けていくっていうのもね、やっていこうと思います。そしてさらに先ほども言いましたけれども、中長期で運用したい人には USDT でこちらロック期間がありますけれども、さらに高利率でステーキングが用意されています。なのでこのあたり自分自身で戦略を立てて中長期で見るシナリオと短期で見るシナリオ、
中長期の場合はしっかりとステーキングで高利率で運用していくっていうのが僕はいいんじゃないかなと思います。そして僕の招待リンクからビットレード X を始めた方には日本語で直接運営に質問できる特別サポートも用意しています。すでに使っている方でも新しいアカウントで参加することもできます。興味がある方は概要欄をチェックしてみてください。僕たちはこの AI の時代の波、これをうまく使うことでより安定した資産形成が可能になってくると思います。はい。ということで今日のまとめをしていきます。この1週間で見えてきたのは仮想通貨は静かに制度金融の中に入り始めているという事実です。JP モルガンが担保として受け入れ、クリプト .com が銀行免許を申請し、グレースケールが複数通貨 ETF を上場させた。これらはすべて金融機関が本気で入ってきたというサインになってきます。そしてその一方でドージや XRP のように個人が動き出す次の波の兆候も出てきています。仮想通貨市場は今新しいフェーズに入りました。大きな動きは静かな時に始まります。チャンスを見逃さずに一緒に資産を増やしていきましょう。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。